35話、かわいいの解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス、35話掲載の V ジャンプ8月特大号が、2026年6月19日に発売された。前回34話、もう慣れっこは、人真珠、マムシとの戦いが終結し、各キャラクターのその後が描かれた回だった。イノジンの視力回復、サラダと母さくらの感動的な場面、そしてボルトとコードの接触と、複数のエピソードが並行して描かれている。マムシとの戦いを終えてイノジンの視力が回復した一方、マムシのトゲ玉を手にしたボルトには一刻の猶予もなかった。トゲ玉はものの数分で腐敗してしまうからである。トゲ玉の腐敗は木にされた人物の絶命を意味する。バグを助けに向かおうとするボルトに、孤児がガマ子分を通じて警告を伝えた。10尾の拠点にコードが現れるだろうとし、その先にはボルトがコードを倒すか、コードがサラダに狙いを変えるか、未来が壊れるかという3通りの展開があるという。ボルトはこれを踏まえた上で単身拠点へと消えた。病室で目を覚ましたサラダは、町長の姿がぼやけて見えることに気づく。さくらから万華鏡車輪ガンは使用するほど視力を蝕み、最終的には失明に至ると告げられるが、サラダの覚悟は揺らがなかった。汚名を着せられようとも立ち向かい続ける姿をずっと見てきたさくらは、娘を静かに抱きしめ、力強く鼓舞した。10尾の拠点に降り立ったボルトはバグの木を発見するが、潜伏していたコードが襲いかかる。しかしボルトの星のチャクラを察知してすぐに離脱し、次の策があることを匂わせながら姿を消した。その後トゲ玉は腐敗し、バグは木から戻ることなく息絶えた。ボルトはその様子をただ静かに目に焼き付けるのだった。この動画では35話、かわいいの解説と考察をやっていこうと思う。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。35話はボルトとサラダが次なる戦いへ備える裏で、アマドが孤児の想定を超える行動に出る回となった。3つの場面に分けて解説する。1つ目の場面では、人真珠、ジュラとヒダリの2人がこれまでの戦いを振り返っていた。マムシが絶命したのは本能的な愛欲によるものだと考えたジュラは、人真珠という種の繁栄を望むマムシの姿勢に感情の高ぶりを覚えつつも、動物的で短絡的な発想だとも感じていた。ヒダリはジュラになぜ自分を復活させたのかという疑問を口にする。ジュラは深く考えたことはなかったと言いつつも、想像すると寂しい気持ちになると返した。ヒダリはジュラに気持ち悪さを感じながらも、どこか悪くない気もしていた。他にはジュラとヒダリが猫の写真集を見る様子も描かれている。人真珠の不完全さ、それへの愛らしさのようなものが感じられるやりとりだった。人真珠は10尾から得意な進化を遂げた存在。本来は完全な進化をして真珠になるはずだった。得意な進化は、その意味で不具合とも捉えられる。19話のジュラは、愛を重大な不具合をもたらすものと考えていた。つまり、10尾もサラダやひまわりと同じように、愛で進化したと言えないだろうか。10尾の進化はカーマが関係しているとされることから、カーマには愛が含まれていると言える。2つ目の場面では、ボルトとサラダが次戦に向けて話し合っていた。ボルトはサラダの目を心配していたが、見えていると知り安堵した。サラダもまたボルトの右目を案じており、その失明を自分のせいだと感じていたため、ようやく謝罪の言葉を口にできた。話はコードの企みへと移る。コードはサラダを人真珠との交渉材料にして、ボルトを引き寄せる餌にしようとしている。マムシとの戦いの最中に木の葉の至るところに爪痕をばらまいたため、いつ現れてもおかしくない状況だという。そこでボルトはサラダに2枚の金属片を渡し、あえてコードに捕まってほしいと提案した。コードがサラダを連れて行く先はおそらく人真珠の拠点であり、サラダがそこで金属片を捨てることで、ボルトの時空間移動が可能になる。危険な作戦ではあるが、ボルトはサラダに望みを捨てるなと言葉を添えた。ボルトとサラダが話したこの場所、おそらく千樹公園だと思われる。千樹公園は木の葉の里 A 地区の外れにある森林公園で、奥の広場の中心に巨大な一本の木が生えているのが特徴である。原作漫画では初めて描かれたが、アニメ第1部のボルトは何度かこの場所を訪れている。10話ではスミレが起こしたゴースト事件の舞台となった。126話では渦巻家が主角と共に訪れているなど、ボルトにとっては思い出深い場所となっている。3つ目の場面では、カワキがアマドの研究室を訪れ、未来を知る孤児ですら想定外の行動に出た。アマドの研究室を訪れたカワキを出迎えたのは、白いガマ子分だった。これはアマドが特別に改良した仕様で、生物ではないため、カワキの真術、少なひこなで縮小することも可能だという。アマドがカワキを呼び出した目的は2つあった。1つはカワキの弱点を補うこと。これまでのカワキは攻撃性能を上げる代わりに防御性能を犠牲にする調整が施されており、あまりに危険な状態だった。白いガマ子分を首元につけておくことで、アマドが遠隔かつ瞬時に調整を変えることが可能になる。そして2つ目の目的は、この新たな力を与える条件の提示だった。
アマドはカワキと共に孤児の拉致を画策する。孤児から新たな任務を与えられたイノジー、心電銃、または心電信でいつでも通信できるよう備えながら街中を歩いていた。そこでアマドと出会い、マムシ戦で得られたデータの入った巻物メモリを受け取った。アマドはそのデータをボルトではなく孤児に渡すつもりだった。その場を後にするアマドを見送りながら、イノジーは孤児にこのことを報告した。孤児はこの展開を予知しておらず、慎重に巻物メモリを回収することを決めた。孤児が口寄せの術でガマ古文と巻物メモリを召喚した直後、背後にカワキが現れ白いガマ古文を見せた。ガマ古文と孤児の目が合った瞬間、アマドがコマンドワードを入力、孤児を緊急停止させ、ガマ古文の機能を使ってカワキと孤児を研究室へ口寄せしてしまうのだった。おそらくカワキは白いガマ古文と共に少なひこなで小さくなり、巻物メモリに付着していたのだと考えられる。そうすることで、気づかれることなく孤児の口寄せについてくることができる。35話では、ヒダリが猫に興味を示すという可愛らしい一面が見られた。一見、偉大な一面に思えるが、彼の原型であるサスケのこれまでを振り返ると納得感を覚える。実のところ、サスケと猫は縁が深い。内派一族は代々、ソラクという都市にある武器屋と取引をしてきた。ソラクには多くの人猫が住んでおり、サスケは幼い頃から交流があった。サスケはイタチと共にこの場所へお使いに来ることが多かったが、普通のお使いがつまらなかったようでダダをこねていた。そこでイタチは猫の肉球スタンプを集める遊びを考え、忍者アカデミー入学前のサスケを鍛えながら楽しませていた。サスケはこの遊びの中で実力を上げ、入学前から下忍並みの動きへと成長する。以降もこのソラクへは下忍時代に任務で訪れたり、抜け忍時代もイタチとの戦いに備えるために訪れたりと、ゆかりある場所となっている。また、ナルト、サスケ神殿内向編では、サスケが黒猫の親子に餌をやって可愛がるシーンがある。おにぎりの一部を美味しそうに食べる黒猫に、かすかに笑みをこぼしていた。サスケにとって猫は、タカやヘビ以上に古くから慣れ親しんでいる動物と言えるだろう。ボルトの Q&A 企画では、池本先生が人真珠の性格について、人真珠の性格は元となった人物の本性なのかもしれないと回答している。ヒダリが猫を可愛いと思っているということは、サスケもこうしたエピソードの中で猫の可愛さに魅了されていたと考えられる。ちなみに猫は池本先生の好きな動物でもある。ボルトの関東にあるコメントには、たびたび猫にまつわるエピソードや絵が描かれている。第1部1巻の表紙にも描かれている猫、実は作中で最も可愛がられている動物だと言ってもいいのではないだろうか。アマドが孤児を拉致するというまさかの行動に出た。アマドと孤児は特に敵対関係にあったわけではないため、今回のような強引な手段を使ったのは少し意外だった。それだけアマドが孤児の持つ未来の情報を強く欲しているということだろう。遠隔でのやり取りだけでは、孤児が開示する情報を制限するという可能性もある。そのため、アマドとカワキが孤児を力ずくで問い詰める場合が考えられる。孤児の目的と未来でアマドが開発する新技術を知り、臨界や自死、そしてアケベの今後を占うことが2人の主な目的だろう。アマドは15話で、孤児が製造していた可能性を疑いつつ、孤児の目的を探ろうとしていた。孤児がなぜ製造し、なぜ新たな目的を見出したのかは、今アマドが最も気になっていることの一つなのではないだろうか。アマドの新技術については、カワキの今後にも大きく関わる。今回アマドが白いガマ古文を開発したことで、カワキは攻撃と防御の両立を可能にした。しかし、ジラを倒しきれるかどうかには疑問が残るだけでなく、マムシ戦では連続して力を使えない問題も見えてきた。カワキはジラとボルトを倒すためにまだまだ強くなる必要がある。そのために孤児は15話でのボルトと同じく、ナルトとの修行が理想と言いそうではあるが、カワキはこの発言を再び無視するだろう。アマドの科学力にますます依存することになる。そんなカワキは第1部1話で、忍びの時代は終わると発言していた。カワキがこのままだと、忍びの時代の終わりは、その対極にある科学の時代の幕開けを意味することになりそうである。そして、未来の情報を受け取った人物がかなり増えてきた。今回孤児が捕まってしまったのは、この影響によるものも大きいと言える。孤児はコードや人真珠の動向に気を取られすぎて、カワキやアマドの可能性を見過ごしてしまっていた。実方の情報は更新時に一気に流れ込んでくる。情報の全てが孤児の頭に入るとは限らないだろう。孤児が危惧していた。未来が複雑に枝分かれし、予測が困難になる事態。今後この事態に陥ることで、孤児の予測が外れる場合が増えていくと考えられる。未来の情報を受け取った人物が増えた分、未来予測において意識すべきことも増えた。孤児が何度も語っているように、未来が壊れて新たな現実が開かれる可能性もある。実方は、未来の大まかな可能性を予測することは得意である一方、近々起こる具体的な出来事を予測することは比較的苦手である。アマドはこの隙を突くことで、孤児の拉致を成功させたと言える。しかし、アマド視点で、
孤児の隙がどこにあるかわからないはず。アマドから見ると、孤児がどこまでの可能性を見ているのかわからないのである。にもかかわらず、なぜ拉致しようと考えたのか、謎の残るラストシーンだった。以上が最新35話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、35話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、よければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。